いやデミオディーゼルなんかこんなに早く小排気量のね、はい、ディーゼルが出てくると思わなかったですね。どうですか。なかなか難しいところもありましたけど、かなり初期段階から、この車にはディーゼル入れていこうと決めてたんで。なるほど。はい。でやっぱりディーゼルって小さい方難しいですもんね。ですね。だからこう値段もあるし、やっぱデミオクラスだとコストとか重量とかもいろんなハードルがアクセラやテンザ以上に厳しかったと思うんですけどね。そうですね。あとレイアウトがやっぱり、どうしてもこのコンパクトなエンジンルームの中にこう入れていこうとすると、もうなんかこうパズルみたいな感じですね。なるほど。はこのセグメントでは珍しいぐらいオルガンペダルですから、はい、やっぱタイヤを前に持ってってるってことは、デフの位置が前だから、はい、つまりエンジンも前にあってね。そうですね。するとガソリンよりもディーゼルの方が補給量多いんで、はい、レイアウト難しかったでしょうね。そうです。冷却系もちょっと大きかったりしますし、ラジエーターとかね、はい、ターボもついたりとか、企画のそのレイアウトの当初から設計だけではなくてですね、実験、それからもちろん生産の方のメンバーにも入ってもらって、もう一つの部屋の中でああでもないこうでもないってやって、はい。でもこのセグメントでね、オルガン式ペダルでヘッドアップディスプレイがあって、はい、こういう HMI の、はい、マツダコネクトがあって、はい、でディーゼルがあって、はい、デザインもいいし走り味も乗り心地も安心感もあるし、なんか日本のこうものづくり車づくりのこうしぶとさっていうかね、はい、本気でヨーロッパの車と戦えるところに来たんだなってこのデミオ乗って改めて思いましたね。ありがとうございます。いわゆるもう全くエクスキューズないですからね。もうガチでヨーロッパの B セグと戦って自信持ってこうデミオがいいよねって多分ヨーロッパの人たちもそういうふうに言えるんじゃないですかね。ありがとうございます。今からヨーロッパ今からこう行かないといけないんですけど、ちょっとそういうのを自信を持ってこう行っていきたいと思います。ヨーロッパは当然このディーゼルで攻めるんでしょ。そうですよ。はい。このディーゼルとあとガソリンももちろん日本とはちょっと違う排気量が出ますけれども、どちらも我々としては打っていきたいと。もうこのドラポジもう足がこうちゃんとねこう V の字に開いてこの円形じゃなくてね、はい、で体のセンターにメーター類がきちっときて目線を落とさないでブレーキペダルが体の中心よりちょっと右目にあって、こう当たり前のことがねなかなか右ハンドル車難しかったですからね。そうですね。やっぱり運転する楽しみっていうのをきっちり、楽しんでもらおうとするとやはりドライブモーションをきっちり取るっていうのが大切だっていうのがもう CX5 以降ですね、我々もうやらないといけないっていうふうに思ってまして、でこの車どうしようかっていう時にやっぱりこの車でもやっぱりそれをやるべきだということで。そうですね、エクスキューズできないと。はい、ガソリン 1.3 とディーゼル、パッとこう乗ると直感的にディーゼルの方がいいなと思ってしまうんですけど、でも実はガソリンも来る時ガソリンだったんですけどね、なんかこういうワインディングを連続してスーッと走っていくと非常に警戒感があって、そうですね、このディーゼルのグワーっていう力強さとは違ったね、こう違う味のデミオがあっていいなと思ったんですけどね。やっぱり車重が、カタログでいうと100キロぐらい違うんですけども、そのほぼ全部がディーゼルの場合前輪の方にフロントの方にかかるようになってきますので、どうしてもちょっと頭が重いっていうのはもう否めないと。でそれに比べてガソリンは軽いですし、で今回トルクの方も上げてますので、軽快に頭を回ってそこそこ走っちゃうんですね。走りますのでバランスとしてはすごく取れている車になっていると思いますね。じゃあ四駆としても進化してるんですよね。進化してますね。はい。今までの四駆と比べてやっぱりスリップしてからトルクを流すんではなくって、路面の状況を常に見ながらでアクティブにこう前もってフィードフォワードできるような形と、少しイニシャルトルクで少し後輪にトルク出してるみたいなイメージですよね。左はあ、小回りきますね。はい。大きなタイヤ履いてますけど、やっぱりコンパクトカーなんで小回り性能がきっちりと思ってですね。ハンドル切れましたね。4.9 です。これは16インチの 4.9 ですね。で15インチ4.7で先代の車から
変えてないです、そこは。あー大きくなった割に小回り性能がいいと。そうですね、タイヤ前に出してホイールベース長くしたんですね、でそれからタイヤの外径も大きくしてるんですけれども、今回フレームスパンだとか骨格全部一から見直しましたので、やはり打角をちゃんと取れるようにして小回り性能だけはもう全モデルから犠牲にしないというのを。じゃあホイールハウスの中のタイヤの可動域がちゃんとスペース取れてるんですね。フレームをですね、ショート性能はもちろん満足した上でミリ単位でこう詰めてですね、で、段を切れるようにしています。ちょうど200万ぐらいのところでいろんな選択肢が出てくるっていいと思うんですね。今までもアクア買うかフィット買うかしかなかった、いずれにしてもハイブリッドしかなかったわけですから、それにセダンっていうのが来てハイブリッドがあってディーゼルがあって、ホンダはツインクラッチワンモーターですね。いろんな選択肢が、あとトヨタのアクアもありますから、やっぱり日本はすごいなって感じですよね。なんとかそこで取り残されないようにですね、ちょっとしがみつきながらですね。だからそこのレースにトヨタとホンダのところにバシッとこう割って入ってるような感じがしますから。あ、そうですか。ありがとうございます。それは気持ちいいですよね。やっぱりいろんな車があって運転する楽しみがこんなものもあるんだよっていうのをぜひ皆さんにも乗っていただいてですね、感じていただければちょっと我々が言ってることも分かっていただけるかなと。全然皆さんが思ってる以上にマツダの考えは市場に伝わり始めてますから。